ここは、ガタピシ横丁。行き場をなくした時間が、そっと息を潜めている。そんな不思議な通りだ。今日は、ヒーローショーの話をしよう。公園の地面に、一枚のチラシが落ちていた。本日開催、ヒーローショー。髪は新しいのに、なぜか少しだけ色あせて見えた。わしは、何気なくそれを拾った。その瞬間、遠くで太鼓の音が鳴った。気づけば、目の前に簡易ステージができていた。どこかで聞いたことのあるような、ベタの特撮ソングが流れ始める。さあ、始まりだ。ヒーローが現れる。敵が現れる。戦いが始まる。パンチ、キック、派手な立ち回り。観客は誰もいない。拍手を子供の声もない。それでもヒーローはわし一人のために戦っていた。どこか安っぽいはずなのに、気づけばわしは子供の頃みたいにヒーローを応援していた。ヒーローはこちらを見る。来てくれたんだな。いつの間にか観客席とステージの間が曖昧になっていた。戦いはあっけなく終わった。最後の決めポーズの後、ゆっくりとこちらに向き直る。この泣きは任せたぞ。ふっと音が止む。気づけば、そこにはもう誰もいなかった。ベンチも、木も、掲示板も、何も変わっていない。わしの手にチラシが握られている。その裏にはこう書かれていた。次はあなたの番です。わしはそのチラシをそっと握りしめた。世界を救える力なんてない。けれど、誰かのつまずきに手を差し出すことはできる。ここはガタピシ横丁。もう手の届かないものほどなぜか近くに感じる。そんな不思議な通りだ。今日は氷屋の話をしよう。横丁の奥に古い氷屋があった。店の奥から低く重たい音が響いていた。何かをゆっくりと弾く音だった。中に入ると、ひんやりとした空気だけが広がっていた。シムロを覗くと、店主が大きなノコギリを手にしていた。氷の塊に刃を当てる。ザリッ、ザリッと。力を込めるたびに白い粉がわずかになる。透明だったはずの氷が少しずつ曇っていく。その音はどこか長い間閉じ込められていた時間を切り分けているみたいだった。やがて
一つの塊が切り離される。切り口は驚くほどまっすぐで、その奥だけがやけに澄んでいた。その氷は鋳物の削り機に乗せられる。亭主は重たいハンドルを回し始めた。きしむ音とともに薄い氷がふわりと積もっていく。削られていくたびに氷は小さくなっていく。ふと音が止まり、目の前にかき氷が置かれた。白く柔らかく、さっきまでの塊とは別のものみたいだった。横にはいくつかのシロップ。どれもどこか懐かしい色をしている。わしは迷ってから一つを手に取った。ゆっくりとかける。色は白い氷の中へ静かに染みてゆく。一口食べる。キーンと頭の奥に冷たさが走る。その瞬間、どこか懐かしい景色がふっと浮かぶ。強い日差し。手のひらに伝わる冷たさ。溶けないうちにと、急いで食べていたあの夏。ぽたり、と、指先に冷たい雫が落ちた。気づけばわしは、また氷屋の中にいた。かき氷は、少しだけ形を崩していた。一口の冷たさと、むせ返るような暑さ。今もまだ、あの夏の続きを歩いている。ここは、ガタピシ横丁。その日わしは、担えた後の公園に、見慣れないものがあることに気づいた。今日は、お化け屋敷の話をしよう。公園の奥に、小さなプレハブ小屋が立っていた。いつからあったのか、思い出せない。壁には、手書きの文字。お化け屋敷。その下には、子供が描いたような白いお化けの絵。入り口のビニールカーテンが風もないのにゆらりと揺れている。わしは少しだけためらってから中へ入った。中は思ったより狭かった。ベニヤ板の壁。少しきしむ床。自分の足音だけが響く。奥に誰かがいる気配がある。曲がり角の向こうに一人のお化けが座っていた。白い布をかぶっただけの簡単なお化け。どこにでもあるような子供が作ったみたいな姿。わしを見ている。けれど、脅かす気配はない。次の部屋にも、また一人。その先にも、どれも、ただ、そこにいるだけだった。まるで、何かを待っているみたいに。壁に紙が一枚貼られていた。かすれた字で、こう書かれている。一番怖いのは、一人の時間です。その文字を見たとき、少しだけ空気が冷たくなった気がした。通路の一番奥に小さな部屋があった。中には古い木の箱が一つ。
わしは、そっと蓋を開けた。中に入っていたのは、白い布だった。頭から被るだけの、軍艦のおぼけの衣装。さっき見たおぼけと全く同じものだった。わしは気づいた。ここにいるお化けは最初からいたわけじゃない。誰かがここに来て、この衣装を着て、そのまま残っただけなんだ。驚かせるためじゃない。ただ、一人でいる時間に形を与えただけだった。外に出ると、公園はいつも通り静かだった。ベンチも掲示板も何も変わっていない。ただ、さっきまでなかった謎の場所に白い布の影が一つ増えている気がした。わしはそれ以上見ないようにしてその場を離れた。誰かでいないと自分が消えてしまいそうになる夜がある。ここは高毘横丁。その日わしは涼しげな音に誘われて足を止めた。今日は風鈴屋の話をしよう。軒先いっぱいにガラスの風鈴が吊るされていた。透き通った丸い形、柔らかな色。風が吹くたび、チリンと音が重なる。わしはのれんをくぐった。店の中にはさらに多くの風鈴が並んでいた。遠い雨の日の気配を含んだアジサイの風鈴。一瞬で終わる夜のきらめきのような花火の風鈴。水の中をたゆたうように揺れる金魚の風鈴。それぞれに小さな夏が閉じ込められていた。どれもよく見るとガラスの縁がわずかにギザギザしている。整っていない切り口、揃っていない形。それが音を変えているのだろう。ふと壁に目をやると一枚の張り紙があった。同じ音は二度となりません。わしは一つの風鈴に手を伸ばした。しっと揺らす。澄んだ音が静かに空気を震わせた。もう一つ別の風鈴に触れてみる。似ているのにどこか違う。その時、ふわりと風が吹いた。いくつもの音が一斉に鳴り始める。重なり合う音。けれど、一つとして同じ音はなかった。その音を聞いているうちに、あることに気づいた。今日という一日を、昨日と同じようで少しだけ違っていて、同じ会話も、同じ帰り道も、もう一度全く同じにはならない。風がふっと止んだ。風鈴は静かに揺れをやめる。さっきまで鳴っていた音はどこにも残っていない。けれど、耳の奥にだけかすかに響きが残っていた。気づかないうちに変わっていく。音も、今も。
ここはガタピシ横丁。誰にも気づかれなかった出来事がどこかにそっと残り続けている。そんな不思議な通りだ。今日は新聞屋の話をしよう。横丁の片隅に古びた新聞屋があった。色あせた看板。古い配達用のバイク。風が吹いてラップの新聞がカサリとなる。わしは引き戸に手をかけた。店の中はしんと静まり返っていた。奥には古びた臨転印刷機。机の上には踏みかけの活字と開きかけの新聞。まるでついさっきまで誰かが作業をしていたみたいに、時間だけがそこに置き去りにされていた。そしてその奥の小さな作業台の上に紐で縛られた新聞の束が一つだけ置かれていた。その一番上に一枚の紙切れが挟まれていた。誰にも読まれなかった新聞です。わしは少しだけ迷ってからその紐に手をかけた。一番上の新聞をそっと開く。そこに載っていたのは、誰にも気づかれずに路地裏で一つ咲いて静かに散った花のこと。配達途中で落とされたまま持ち主を待ち続けた手紙のこと。閉店した店の前で毎日同じ時間に座り続けていた猫のこと。どれも誰にも知られずに終わった小さな出来事の記録だった。わしは新聞を閉じた。ふと紙切れに目をやる。そこに書かれていた言葉はいつの間にか変わっていた。ちゃんと届きました。顔を上げると、店の中は変わらず静かだった。胸の奥が少しだけ暖かくなった気がした。紙新聞たちは、もう役目を終えたみたいに、そっと姿を消していた。ちっぽけな物語かもしれない。それでも、誰かに届く日は、きっと来る。ここはガタピシ横丁。何気ないものの中にふとした意味が紛れ込んでいる。そんな不思議な通りだ。今日は手ぬぐい屋の話をしよう。店先にはいくつもの手ぬぐいが飾られていた。色とりどりの柄が風にゆらりと揺れている。のれんの奥には静かな店の気配。わしはそっとそれをくぐった。店の中は手ぬぐいで埋め尽くされていた。棚にも壁にも天井からも店いっぱいに広がる様々な模様。青い波が幾重にも重なる青海葉。どこまでも伸びていく唐草。規則正しく広がる麻の葉。どの柄も繰り返される形の中に静かな意味を隠しているようだった。
水の奥に進むと、小さなたらいが一つ置かれていた。その脇に、ぎゅっと絞られた手ぬぐいが一枚。塗り物ではない。誰かが洗って、そのままにしていったようだった。わしはそれを、そっと手に取った。ゆっくりと広げてみる。それは、玉と、ワックと、ぬの文字が染め抜かれた、古い手ぬぐいだった。構わぬ。気にしないという意味の遊び心のある模様。その文字を見た瞬間、胸の奥に一つの出来事が浮かんだ。言い過ぎてしまった言葉。気にしすぎて動けなくなった日。どうでもいいはずのことにずっと引っかかっていた自分。手ぬぐいから水滴がおたりと落ちた。それでいい。そう言われたような気がした。わしはその手ぬぐいを外の竿にそっとかけた。風を受けて布がふわりと広がる。構わぬ、構わぬ。模様が繰り返されるたび、胸の奥の何かが少しずつほどけていくようだった。抱えたままでもいい。でも、抱え続けなくてもいい。チャンネル登録よろしくお願いします。